ミニ四駆は楽しいな。コースアウトしてますけど。ワッシャーを半分に切って、これをかませてローラーを斜めにします。なぜ斜めにするんですか？ローラーが壁に当たるときに下向きの力が生じてマシンが吹っ飛びにくくなります。ローラーの角度はスラスト角と呼ばれています。これでいけるでしょう。パーツをモデリングします。印刷しました。長めのネジを入れて固定します。フロントローラーステーに取り付けます。ローラーを取り付けます。固定します。フロント完成です。スラスト角は25度です。なんじゃこりゃ。リアは1段ローラーから2段ローラーにします。5。これでレーンチェンジは楽々クリア。スローで見てみます。ローラー位置が高くなって壁に当たっていません。下側にローラーを追加します。組み直しました。こんな感じになります。これならローラーが当たりそうです。走らせます。お、超えました。いい感じですね。スローです。通しで撮影しています。タイヤが浮き上がりかけていますが安定しているんですね。ローラーが壁に当たると浮き上がりが押さえつけられています。顕著に効果が出ています。てかこれ最強じゃないですか。もちろんデメリットもあります。壁に当たると下に押さえつけられるので抵抗を受け続けます。つまり遅くなります。重ねてみます。少し走っただけでこんなに差が出るんですね。つまり平地ではローラーを水平にして、レーンチェンジではローラーを倒せばメリットのみになります。電動可変スラストを作ります。固定台と FRP プレート台をモデリングします。固定台を印刷しました。横に軸穴を開けてます。固定台をミニ四駆のフロントローラーステーに取り付けます。ネジ止めします。もう片方も取り付けます。FRP プレート台を取り付けます。こんな感じに動かします。ミニ四駆の 60mm シャフトを軸にします。長さが足りません。ちょうどいい串がありました。赤外線誘導レイスティンガーを作った時の単材が残っていました。懐かしいです。串を軸にします。長いので切断するために印をつけます。切ります。切れません。万力に挟めて切ります。これで軸が完成しました。あ、切る方間違えました。切ります。軸を差し込みます。ぴったりな長さです。動きもいいですね。FRP プレートを台に取り付けます。固定します。反対側はアームも取り付けます。固定します。取り付けます。軸の両端を接着剤で固定します。軸を押し込みます。これでプレート周りは完成です。次は電動稼働に必要なサーボ周りを作ります。サーボ台を印刷しました。シャーシにちょうどいい穴が開いています。この時のです。マシンに取り付けます。固定します。サーボを取り付けます。蓋を取り付けてサーボを固定します。蓋を固定します。FRP プレートに取り付けたアームがサーボ入れの蓋に干渉します。調整しました。これでサーボ周りは完成です。サーボはこんな感じに動きます。サーボを使うので制御回路が必要です。必要な要素はサーボとスイッチなので前回の電動リアローラーアームの回路を流用できます。FM シャーシと X シャーシでは電池の向きが逆なので電極を逆に取り付けます。電極を取り付けるピンをハンダ付けします。回路設定時にピンの穴を余分に設計しておいてよかったです。回路台をモデリングします。印刷しました。サイズもグッドです。電極として銅板を差し込めるようにしています。銅板に銅線をハンダ付けします。ピンソケットをハンダ付けします。これで基板状のピンと接続します。グルーガンで足を固定します。断線を予防します。電極になる銅板を折り曲げます。基板台に銅板を差し込みます。グルーガンで固定します。基板台に基板を乗せます。こちらも固定します。回路モジュールが完成しました。次にレーンチェンジを検知するスイッチを考えます。マシンがレーンチェンジの坂に差し掛かると、フロントが坂をこすります。このこする箇所にスイッチを取り付けて検知します。ちょうど良い大きさのタクトスイッチを使います。いいフィット感です。スイッチに導線をハンダ付けして、断線同士で固定します。これをマシンのフロント下部に取り付けます。スイッチ完成です。スイッチが押されると LED が光ります。ですがコースでは光りません。コースの穴でスイッチが押されていません。この穴を塞ぎましょう。穴埋めパーツを印刷しました。コースに取り付けます。マシンを通します。LED が光りました。
スイッチが問題なく動作しています。あとはサーボと FRP プレートのアームを固定して、ローラーを取り付けて、マイコンにプログラムを書き込んで、マシンにマイコンを搭載すれば、電動可変スラストミニ四駆の完成です。スラスト角は1度から30度まで変化します。かなりの鬼スラストになります。動きを見てみましょう。フロントのスイッチが押されると、一定時間スラスト角を変化させます。これによってレーンチェンジを超えきるまでスラスト角を変え続けられます。ここが電動化の一番のメリットです。可変スラストあり。安定していますね。スラスト角浅いまま固定します。走らせます。レーンチェンジで吹っ飛ぶでしょう。難なくクリアしてますけど、マジか。フロントが重くなりすぎて浮いていません。プラズマダッシュモーターにしました。加えて装置への電力供給をリポバッテリーにしてスピードが出るようにしています。スラストなし。さすがに吹っ飛びましたか。可変スラストあり。耐えました。2周目はどうでしょう。1周目よりスピードが出るので厳しいです。スロー。LED が光っているので変動しています。ギリギリですね。どんな動きをしているか見てみます。スラストなしで進入します。この時点でローラーが倒れています。動作が間に合っていそうです。かなりの角度でローラーが倒れました。求めている動きはできていますね。ここまではかなり順調です。逆サイドで浮いてしまいました。そのままコースアウトです。なんというかスラスト以外にも原因がありそうな結果です。電池がへたってきたので安定性を比べます。可変スラストありです。安定していますね。スラストなしです。レーンチェンジで浮き上がりかけています。比較します。重ねると見づらいので先行しているのがスラストなしにします。可変スラストが抜きました。かなりいい結果じゃないですか。でもなんでこんなに差が出たんですか。可変スラストはレーンチェンジを安定して通過していたので減速が少なかったのが要因だと思います。ここで顕著に現れています。マシンが速すぎなければ可変スラストの効果が出ているんですね。今回は嬉しい結果になりました。ちなみに可変スラストと同じ角度のスラストを常にかけるとこうなります。逆にコースアウトしています。スピードが遅くなるだけだと思っていましたがコースアウトしまくるようになりました。ローラーが倒れすぎて平地だと壁に引っかからなくなっている説が濃厚です。今回は一応うまくいった結果になりました。高速時のレーンチェンジ失敗やスラストかけすぎのコースアウトなど疑問も残ったのでいろんなコメントが来るのが楽しみです。コメントだよりかい。それではまたのし。